こんばんは、マイヤー州。ねえ、まだ起きてるんでしょ？わかってるわ。外じゃ虫が鳴いてるし、遠くでは銃声。それに屋根のどこかから雨漏りまでしてる。こんな夜にぐっすり眠れって方が無理よね。それでも私の声を拾ってくれてありがとう。こちらは WMUD、ドミノスイートよ。今夜はね、法の話をしましょうか。法。ずいぶん立派な言葉よね。町の中には決まりがあるわ。門を閉める時間、水を受け取る順番、銃を抜いていい理由、人を傷つけた者に何を償わせるのか。でもその門を一つ出れば、昨日まで通用していた決まりなんて濡れた紙より頼りなくなるの。ある町で罪を犯した者が隣の町へ逃げ込む。証人がいても証拠があっても、大物が境界を越えられなければそこで終わり。なかなか便利な世界でしょ、悪党にとってはね。けれど最近その境界を越えようとしている人たちがいるわ。マイヤー州保安官機構、通称 MMS。 彼らが掲げる言葉はこう。街の外にも法はある。MMS を昔の州警察が生き残ったものだと思ってる人もいるでしょうね。違うの。この州に政府はないわ。知事もいない。州議会もない。州全域の人間が従わなきゃならない法律もないの。彼らが活動できるのは受け入れると決めた町や集落、交易拠点の中だけ。依頼を受けて条件を確かめて合意を結んで、そこで初めて彼らは法を執行できる。その権限は滅びた国から受け継いだものじゃない。今を生きる人たちから一つずつ預けられたものなの。借り物っていうのはね、ダーリン、雑に扱えば返してくれと言われるものよ。腕章をつければ正義になれるわけじゃない。銃を持てば法になれるわけでもない。MMS が本当に守らなきゃならないものは町の秩序だけじゃないの。その町から預けられた信頼よ。MMS が生まれるきっかけになった事件があるわ。ブラックウォーターライン虐殺事件。今から15年以上前、マイヤー州北部の労働者集落で多くの住民が命を落としたの。残された記録にはこう書かれているわ。ボート鎮圧中の事故。事故。便利な言葉よね。誰が命令したのかも、誰が利益を得たのかも、誰が真実を隠したのかも、全部その一言で埋められる。実際に起きたのは事故なんかじゃなかった。補給物資と浄水薬剤の横流し。それを知った住民を黙らせるための組織的な口封じだったの。当時その事件を追った検事がいたわ。アドリアナ・クロス。証拠を集めた。証人を守ろうとした。関係者を法廷へ引きずり出そうとした。でも証拠は消えた。証人も消えた。命令を出した者たちは町の境界を越えて別の場所へ逃げていった。アドリアナにはそこまで追う権限がなかったの。法がなかったわけじゃない。ただその法は町の外へ出られなかった。アドリアナ・クロス。元検事で MMS を始めた女よ。法が役に立たないところを嫌になるほど見てきた。正確に言えば法そのものじゃなく、法を扱う人間に裏切られてきたのかもしれないわね。普通ならそこで見限るでしょ。こんなものに意味はないって。彼女は逆だった。町の中でしか通用しないなら町の外へ持ち出せる仕組みを作る。面倒な女でしょ。でもね、面倒を引き受ける人がいなければ世界はいつまでも楽な言葉で死者を埋め続けるのよ。事故、行方不明、やむを得ない犠牲。アドリアナはそういう言葉を信用しない。だから証拠を残す。名前を残す。誰が何をしたのかを残すの。忘れないことが彼女なりの戦い方なのかもしれないわね。マーカス・レイエス、元憲兵。MMS の現場と実践を預かる男よ。アドリアナが法の形を決めるなら、マーカスはそれを現場まで運ぶ。令状を見せればみんなが素直に武器を置いてくれる。そんな優しい州なら私も毎晩こんな放送はしてないわ。マーカスは現実主義者なの。
どこまで進めるのか、何人を連れて行くのか、帰ってこられるのは何人なのか。アドリアナが助けるべきだと言えば、彼は助けに行くために失うものを数える。冷たいわけじゃない。現場で死んだ人間の顔を知りすぎているだけ。彼はアドリアナの味方よ。そして彼女の理想にブレーキをかけられる数少ない人間でもあるわ。理想だけでは人を守れない。でも力だけでは守る相手と倒す相手の区別まで消えてしまう。マーカスはその境目に立ってるの。そしてレナータ・ソリス元警部補、人員、資金、補給、装備、記録、本部の運営。MMS が今日も組織として動いているのは彼女が全部を数えているからよ。残っている弾薬、動かせる車両、巡回に出せる隊員、払える給金、修理を待っている無線機、それからまだ戻ってこない報告書。英雄の歌にはあまり出てこない仕事でしょう。でも組織が死ぬを取って銃声とは限らないのよ。補給が止まる、交代要員がいなくなる、記録が失われる。そういう小さなほころびから組織は静かに腐っていく。理想を掲げるアドリアナ、その理想を現場へ運ぶマーカス、そしてその2人を明日まで動かすレナータ。この3人から MMS は始まったの。彼らの本部はミューサンナイズとレッドリーフの中間にあるわ。湿地の中に残った数少ない乾いた土地、旧マイヤー軍庁舎跡。今はウォードストーンと呼ばれているの。かつては裁判所と拘置所だった場所よ。旧大法廷は作戦会議と審問のために使われている。旧留置場には令状に基づいて拘束された者が入れられるわ。新しい建物を建てる余裕がなかった。まあそれも理由でしょうね。でもアドリアナがこの場所を選んだ理由はそれだけじゃないと思うの。一度法が死んだ場所でもう一度法を始める。いかにも彼女らしい選び方でしょう。ウォードストーンで行われる仕事の大半はあまりかっこいいものじゃないわ。報告書を書く、証言を照合する、巡回経路を地図へ記す、無線の応答を待つ、装備を返却する、濡れた制服を乾かす、それから眠る。銃を撃つ時間より紙と向き合っている時間の方が長いのよ。退屈そう？でもそれでいいの。法を扱う組織が銃を撃つことばかり上手くなったら、その組織はもう法なんて必要としていないもの。通信室には各地から助けを求める声が届くわ。行方不明、襲撃、略奪、護衛、令状の申請。でも全部の声に応えられるわけじゃない。誰を先に助けるのか、誰に待ってもらうのか、その選択もこの建物の中で行われているのよ。もちろん書類を見せただけで一緒に帰ってくれない相手もいるわ。MMS の火器はブラスト4次製を中心に揃えられている。一般隊員が携行する 9mm 正式拳銃 BF-19 サービス、巡回や令状執行で使われる MMS-AR1、屋内捜索や近距離での対応に使われる MMS ポンプアクションショットガン。派手な飾りはない。湿気と塩害に耐えて現場で整備しやすい実用品ばかり。いかにもブラスト4時らしいでしょ。射撃場では隊員の訓練記録と弾薬の消費まで管理されているわ。撃てることと撃っていいことは別。その違いを教えられない組織に銃を預けるべきじゃないものね。MMS の目的は死体を持ち帰ることじゃない。令状を執行して可能なら生きたまま連れ帰ること。簡単じゃないわ。だからこそ守る意味があるのでしょうね。NMS には保安官令状という仕組みがあるわ。誰かに賞金をかけたい町や組織は彼らへ申請できる。ただし、金を積めば嫌いな相手を賞金首にできるわけじゃないの。本当に罪があるのか、証拠はあるのか、支援ではないのか、口封じのための依頼ではないのか、最低限の裏取りをして初めて令状が発行される。誰かを消したいだけなら自分の手でやりなさいってこと。MMS は汚れた手をきれいに見せるための印を貸してはくれないわ。令状を受けた賞金稼ぎには情報と一定の後ろ盾が与えられる。令状なしで獲物を追うのも自由。
でもその場合 MMS は何も保証しない。保安官令状は人を殺していいという許可証じゃないの。誰を追うのか、なぜ追うのか、誰がその判断をしたのか、後から確かめられる形で記録に残すためのものよ。書類は人を守ってくれない。でも書類がなければ誰が人を殺したのかも、誰が命じたのかも簡単に消えてしまう。ブラックウォーターラインみたいにね。MMS はまだ若い組織よ。人員は足りない。燃料も車両も弾薬も医薬品もね。州全域を守れるほど大きな組織じゃないの。助けを求める声が2つ届いても出せる巡回隊が1つしかない夜もある。その時彼らは選ばなきゃならない。近い場所か、被害の大きい場所か、協定を結んだ町か、それとも今にも通信が途切れそうな名前も知らない集落か。法が届く場所と届かない場所を決める。法を語ることよりずっと重い仕事よ。MMS を歓迎する町もある。信用しない町もあるわ。武装したよそ者が古い紋章をつけただけだという人もいる。その疑いは間違ってない。組織っていうのはね、疑われなくなった頃が一番危ないものだから。鉄管同盟は鋼と火力で人を守る。SCD は人間を分類して秩序そのものを作り直そうとしている。MMS が選んだのはもっと遅くて面倒で不確かな道よ。証拠を集める、証言を聞く、令状を出す、身柄を確保する。そして自分たちが何をしたのかを記録に残す。法は建物じゃない。紋章でもない。銃でもないわ。自分たちが持つ力に自分たちで限界を決めること。それを都合の悪い時にも守ること。MMS が本物かって？さあね、それを決めるにはまだ少し早いんじゃない？でも事故という一言で埋められた人たちの名前をまだ覚えている人たちよ。町の外で消えた罪を町の外まで追おうとしている。私はもう少し見ていたいわ。彼らが自分たちの掲げた法を自分たちにも向けられたのかどうか。町の外にも法はある。今はまだ。そう信じて歩き始めた人たちがいる。こちらは WMUD ドミノスイートでした。それじゃあ次は一曲。眠れない夜に少しだけマシな音を。Rusted badge, a broken vow won't mean a thing to anyone now. The courthouse fell, the records burned, and every trust was bought or turned. So we don't ask them to forget the debts this land remembers yet. No flag can make the wrong things right. No word can bring back what was lost that night. We have no claim upon their faith. We only have the steps we take until they believe again. We'll walk the roads they left for dead. Answer every distant call. Stand where the last defenses fall. We won't demand their trust. We'll earn it back through blood and dust. One broken town, one promise kept. Until they believe again. The stars above are
road and rim, but somewhere past the flooded line, a window waits for one more sign. Not of power, not of fear, just someone willing to appear, to face the dark, to hold the ground and stay when no one else is found. A badge is only steel and stain unless the one who wears it stands through pain. Justice isn't what we claim. It lives or dies in what we save until they believe again. We'll walk the roads they left for dead, answer every distant call, stand where the last defenses fall. We won't demand their trust, we'll earn it back through blood and dust. One broken town, one promise kept, until they believe again. Maybe they will never cheer, maybe they will turn away, maybe every door stays closed no matter what we do or say. Still, when the night sirens sound and frightened voices cross the wire, we'll rise beneath the battered star and carry what remains of fire until they believe again. We'll guard the road beyond the end, through every storm, through every scar. We'll show them what our promises are. We won't demand their trust, we'll build it slowly from the dust. One life defended, one debt repaid, one honest choice that does not fade. Until the badge means hope again, until the law protects, not bends, until they see we came to stay, until they believe again. No victory song, no proud parade, only the promises we chose to say. And when the morning finds this land, we'll still be standing where we said, until they believe again.